地球に住む人類はこの光景を見ることはないでしょう。私たちの視界からは決して目にすることのできない月の裏側。その静寂の世界で今、人類史を変える計画が動き出そうとしています。地球からの光や電波が届きにくい闇の領域。未知のリスクが積み重なる過酷なフロンティア。なぜわざわざ人類の目に触れない場所で未来を築こうとしているのか。私たちは今、歴史が動き出す瞬間を目撃しようとしています。今回は静寂なる月の裏側で未知に挑む冒険へ皆様をお連れいたします。月の裏側は地球からは決して見ることのできない領域。潮汐ロックによって常に地球の反対を向き続けています。最も身近な天体でありながら深い謎を抱えた場所なのです。月の裏側には科学者たちを引きつけてやまない奇妙な現象があります。表側と比べて暗く平坦に見える領域が極端に少なく、代わりに巨大なクレーターが無数に刻まれている。中でも注目されるのは月内部の重力異常、マスコーンと呼ばれる謎の存在です。なぜ内部構造にこれほど大きな偏りが生まれたのか。月が形成された初期に何があったのか。その答えは裏側の荒々しい大地に眠っているでしょう。月の裏側のもう一つの顔、それは静寂。地球から発せられる電波は遮られ、ノイズは一切届かない。宇宙が息を潜めているかのような完全なる沈黙。この静けさは観測者にとって宝物です。雑音がないというだけで宇宙誕生の残響や遠方銀河のわずかな信号さえ拾えるかもしれない。人類がまだ聞いたことのない宇宙の声が月の裏側には届いているかもしれない。月の裏側は未踏の科学領域であり、私たちの近くにある謎なのです。月の裏側に広がる静寂の世界。地球からの電波は完全に遮断され、スマホの通信はもちろん GPS も人工衛星の雑音すら届かない。科学者にとって静寂こそ何よりも価値があるもの。今各国は月の裏側に超巨大電波望遠鏡の建設を構想しています。クレーター全体を反射面として利用し、数キロメートル規模の巨大な観測装置を展開するという前代未聞の計画です。地球では到底実現できないスケール、そしてノイズゼロの環境。この二つが揃ったとき、人類が受け取る宇宙の信号は劇的に変わります。観測の目的は宇宙誕生の痕跡を探ること。
ダークマターや重力波の微弱な揺らぎを聞き取ること。そして地球外文明の兆候を捉えること。いずれも地球上では雑音にうずもれ、聞き取りにくい微細な宇宙の声です。月の裏側なら聞こえるかもしれない。人類は今、沈黙の中から宇宙の声を拾い上げようとしています。月の裏側に築かれようとしている人類が宇宙へ進出するための前哨基地。未来の宇宙航行のすべてが始まる玄関口となる場所です。月の地下には氷として眠る水資源が存在すると考えられています。この水は飲み水としての利用はもちろん、電気分解によって酸素と水素に分解できる。水はそのままでは生命維持のために使われ、分解すればロケットの燃料となるのです。地球から膨大な資源を運ぶ必要がなくなり、月の補給基地となる未来が見えてきます。月の先に広がるのは火星です。月の重力は地球の6分の1。ここから発射されるロケットは地球より圧倒的に低コストで宇宙へ飛び立てる。月の裏側基地は火星移住計画や系外惑星探査の出発点となる可能性を秘めているのです。月で燃料を補給し、宇宙船が飛び立つ。人類の宇宙進出の構造自体を変える革命となることでしょう。この夢の舞台をめぐり、すでに世界は静かに火花を散らしています。月の資源、建設位置、観測権、航路、そして基地の主導権。国際協定の枠組みでは収まらないレベルの競争が始まろうとしているのです。表向きは科学協力。しかし裏では技術、資源、軍事の主導権をめぐる新たな宇宙覇権争いが着々と進行しているのです。月の裏側は未知への入り口であり、未来への出発点。そこを制した国が次の時代の支配権を握ることになるでしょう。地球からは決して見ることのできない月の裏側で歴史が塗り替えられる計画が進められています。月の裏側はもはや遠い世界ではなく人類の次なるステージの舞台となっています。未来はここから始まります。人類はいつか月の裏側で宇宙の始まりの音を聞き、火星へ飛び立つことになるでしょう。あなたはその未来を想像できますか？今回の冒険はここまで。また次の冒険でお会いしましょう。